こんにちは。こんにちは。ちえるです。はい。今日もミスターウエスティをお招きする回で、ガスって何シリーズの第3弾ですね。1回目はそもそもガスってどういうものなの？で、2回目はどんな画面になってるのというところをお届けしました。で、3回目の今日は実際にちょっと練習をするにあたって何をどういうふうにしてったらいいのかなみたいなところを具体的にミスターウエスティと共に見ていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は何を今日私は何をしたらよろしいでしょうか。そうですね。前回の動画でもお伝えした通り、この波括弧の中に、何をしたいかを書いていきましょうということになるんですが、はい。まあ何を書けばいいのかと、そうですね。最初の一歩でつまずくんじゃないかと。そうですね。大転倒いたします。思います。はい。できるだけ簡単に書きたいなというところがあると思いますので、今回はちょっと一旦画数から脱線しまして、マクロというもの、マクロ、を使ってみたいと思います。エクセルとかにもよくあるマクロですか？まさにそのマクロになります。多分エクセルで慣れてる先生方も多いんじゃないかと。似てるんですか？マクロと。はい、マクロと似てますね。スプレッドシートの方を開いてまして、今ちょっとここに名前ですね。児童生徒のクラスの児童生徒のお名前に見立ててということですね。はい。状態のシートになってますが、拡張機能のところですね。でこの前はアップスクリプトというところを開いて、この画面を見ていったと思うんですが、その1個上によく見るとマクロとあります。でマクロというのは、記録ということなんですけど、記録を押してから、スプレッドシート上でいろいろ操作をすると、その操作した内容を覚えてくれると。へー。でもう一回同じ操作を再現してくれると。そういう機能に。誰が再現してくれるのは、同じスプレッドシートの中で、そうです。そのスプレッドシートの中で再現してくれるというものになるので、ちょっとこれを一回使ってみたいと思います。わかりました。マクロ記録ボタンを押してください。はい。そしたら今ちょっと下の方にあると思うんですが、新しいマクロを記録していますということで、今ここでこれから、ここで操作してもらう内容を、このスプレッドシートに覚えさせることができます。で一旦この絶対参照というやつで大丈夫なので、これですね。これでいきたいと思います。では、A2 からこれ今 A2 から A2 から名前全部をちょっと選択。名前全部を選択。選択っていうのも今マクロとして覚えさせました。なんか今ここがピロってちょっと変わった気が。じゃあ例えばこれをコピーしてみましょうか。コピー。今コントロール C でコピーですね。そうするとちょっと多分点線の枠なんですけど、このコピーも多分今マクロに記録されました。これをじゃあどこか適当な場所、どこでも大丈夫なので貼り付けましょうか。どこでもいいですか？どこでもいいです。じゃあ D にします。D の2というセルに貼り付け、コピーと貼り付けという操作が記録されました。じゃあこれでコピーと貼り付けの操作を覚えさせることがまずできました。ついでにこのままいっちゃいますかね。シート1を選んでもらって、このシートを複製。これ？シートをコピーですね。これ？そうですね、コピーを作成。このコピーの作成というのも今ちょっと覚えさせてみました。同じシートが2つできたってことですね。で、名前、シート1のコピーというところの名前も変えてみますか。何でも大丈夫です。チップス。で、シートタブ名を変更みたいな操作もできます。こんな感じでちょっとこれからやりたいなと思っている操作を一連の流れでやってもらえれば、この操作が記録できますというのがマクロになります。ちょっとこれじゃあ保存をしてもらって、保存、練習、いいですね。それで保存。そうするとマクロというのが今保存されている。やりました。そ
ここにスクリプト編集で出てきているのが Google アップスクリプトのまさに出す。これクリックしていいんですか？はい、クリックして聞いちゃいましたが後で見れます。はい。なので、今一旦これやったんですが、そしたらこのチップスという、今作ったシートを消してください。削除。削除。はい。で、あとシート1の D のところにコピーしたこの名前も全部一回消しちゃいましょう。はい。はい。これで最初の状態に戻ったと思うんですね。で、拡張機能してもらって、マクロ選んで、マクロの練習というところがさっき名前つけたと思うんですけど、練習でできましたので、これを押してみましょう。はい。そうすると、はい、これ最初なので、ちょっとここは続行で。あなたの許可。はい、許可してあげてください。はい。レッドシートさん今やりたがってるんで、許可してあげましょう。はい。そうすると、ちょっとこの挟まっちゃった時は動かないので、もう一回ちょっとやりましょう。マクロ。はい、マクロで先ほど名前つけた練習というマクロを実行してみましょう。そうすると、はい、一瞬です。先ほど時間かけてやっていた操作が一瞬で、再現されてしまいました。はいはいはい。これがマクロの威力なんですが、実は、なぜこのマクロを最初にやったかというところがありますが、拡張機能のところを押して、じゃあ本当はやりたいのは今ガスなので、アップスクリプトというところをまた押して開いてみましょう。そうするとファイルのところを見てください。ファイル、これ増えてますか？マクロ .gs。 はい、マクロ .gs、 まさにマクロ今やったので、マクロ .gs というのが増えてます。これを押してみる。はい。はい。わーと何も書いてないのに書いてありますね。はい。これがあれですか？今覚えさせたやつ。まさにその通りでございます。これが今、先ほど定作業で練習という名前をつけて記録してたマクロでやった操作をプログラムで書くとこうなりますというのがもうここに書いてあります。バースプレッドシートイコールみたいな、たくさん書いてあります。たくさん書いてあります。これをこのままやればもちろん動きますし、もうここのプログラムを書き換えるだけでも動きを変えられたりします。例えばじゃあここのシートの名前をチップスじゃない別の名前にすることもできます？してみましょうか。はい。保存。はい。で、そうです。プログラム書き換えたら保存。これちょっと前回のところでやったと思うんですけど、書き換えたら保存を忘れるようにしてください。で、はい。じゃあ一旦シートの方戻ってもらって、こっち。はい。これも今この状態でシート1とチップスという2枚のシートになっていると思います。じゃあこの状態でプログラム書くところに戻りましょうか。こっち。はい。これでこのマイファンクション1と多分書いてあるんですね。一番上のコードの行の一番上にファンクション、マイファンクション1と。なのでこれをやってほしいときはマイファンクション1というものを選んで実行すればいいと。ここから？はい。でまさにもう今これマイファンクション1が選択されていて、あとは実行するだけです。なので実行してみましょう。ここ？はい、そっちです。そうですね。そこの実行ですね。はい。ここの実行です。保存ボタンの横にある実行。これを押してください。押す。はい。はい。目標にしていた動作ですね。実行開始から何も起きずに実行完了しましたという状態で。前回はここがなんか赤くなったよっていう。はい。で、スプレッドシートの方を見てみますと、はい。シールというシートができています。なので、ここでプログラムを書き換えるとね、動作も変えられるということがお分かりいただけたのかなと。でももうじゃあさっきのこのでもチップスって名前のシートのプログラムはもうここにはないから、それを別でしたかったらなんか並列で書けるんですか？並列で書こうと思うと、別の箱を作ってあげなきゃいけないと思います。
ですね。ということでこのマイファンクション1と書いてるところを丸ごと全部コピーして、ここ、はい、ここ、はい、コピーして、で、15行目のところ一回ポチッと押してもらって、ポチッ、はい、ポチッ、はい、で開業してもらって、開業してもらって、V、はい、でマイファンクション2とかにしてもらえば、なるへそ2とかにして、ちょっと待って、2、はい。こっちはチップスにしとくとか。チップスとして保保存して、あとはどっちを動かすかを選ぶ。ここで、はい、一応動かすか2を動かすか選んで動かしたい方を実行。ただここ難点がありますね。ちょっとどっちでもいいんですけど、1でも2でもいいです。はい。2にしましょうか。2。これで実行してみてください。多分エラーが起きます。本当だ。26イン行目。バリッドアーギュメント。今見ている26行目がシート1のコピー、これがなんかダメですよみたいな。なんでダメですか？と言われちゃったということで、スプレッドシートの方見てみましょうか。さっきのやつ消してないから何が何か分かんなくなっちゃった。そうですね。多分なんですけど、これチップスっていう名前を付けようとしたときにもうこれがあるからなんかそういう普段やっても怒られると思うんですね。ここ名前チップスのコピーのところ名前書き換えようとしても見てもらっていいですか。チップスにすると赤で怒られて、でこれ普段のやる操作で怒られることはプログラムでやっても怒られるので、そこは一緒ですと。プログラムだから怒られるんじゃなくて、普段から怒られることはプログラムでも怒られます。ちょっと繊細な気遣いが必要なんですね。ただやっぱりちょっとプログラム書いてると何をやらせるのか自分でも分からなくなっちゃったりすると思うので、こういうことが増えるのかなと思いますが、理解しました。意外とエラーが起きてるときは、普段やってる操作でも起きてるエラーでっていうことも多いので、意外と怖がらなくても大丈夫します。で、今回このマクロを記録した意味というのがまさに、プログラムをやりたい操作のプログラムをここで書いてくれるわけですね。なので、なんかここから必要そうなものを取ってきてつなげれば、それっぽいのがそのうちゆくゆくはいうところで、やっていきたいと思います。なので、マクロは自動でこういうふうに記録して覚えてこういうふうに書いてくれるから、私みたいにめちゃめちゃ初心者です、みたいな人たちは、あらかじめ書いてある公式からなぜを読み解く、なんでこんな動きになるのかを遡って考えた方が、分かりやすいよってことですかね。そうですね。何もないところからっていうよりは。やりたいことをプログラムでどう書くのを調べると、ちょっと難しいページもいっぱい出てくるかなと思うので、やりたいことあったら実際一回やってみちゃえばいいんじゃないか。やってみたらこういうふうに出てくるので、ちょっとそれを参考に書いてみるという方法がまずは簡単なのかなと思いまして、今回理解しました。マクロというものをご紹介させていただきました。だから単純にそのマクロを使ってやりたいことを自動で一瞬で終わらせるっていう便利な仕組みをそのまま使ってもいいし、もっともっと応用で先生とか学校さんオリジナルの使い方をしたい場合は、こういうところから勉強して、それこそスプレッドシートからフォームを作るとか、なんやかんや便利な使い方をガスでやってくださいね。こういうふうにやればいいんじゃないかと思っております。わかりました。第3回目はこんな形で皆さんもなんとなくイメージがつかめたのではないかと思います。あと残り1回ございますので、そちらもぜひ続けてご視聴よろしくお願いします。本日は以上です。ありがとうございました。